それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、この春から始まる、または始めることについてカードからのメッセージをお伝えしていきます。ではよろしくお願いします。1番はクリアクローツです。もうすでにこちらにオラクルカードを引いています。ルノルマンとオラクルですね。もう早速ですが、この春から始まる、または始めることについて見ていきます。1番をお選びいただいた方、ルノルマンハートのカードです。そしてそうですね、ピッタのカードも入っています。まずね、鮮やかだなっていうのが伝わってきます。この春、あなたにとって嬉しいこと、鮮やかになっていく、そのように伝わってきますね。始まること、今以上に色がついていくというか、そのようにも感じます。まずこの真ん中のカードは、守られるっていうカードですね。あなたは支えられています。一人じゃありません。そしてこのハートのカードも合わせて、心を開いて、あなたが助けをどんどんと受け取りましょう。そんなメッセージが伝わってきます。助けてくれる人がたくさん現れる。またはあなたは運に守られている。そのように感じる瞬間がたくさん出てくるかもしれません。そしてピッタのカード、これは火のエネルギーを表すカードです。ただしここで注目していただきたいのが、火のエネルギーとこの上の部分が水のエネルギーなんです。今この火のエネルギーが溢れているような状態、力強さや活気を表します。この火のエネルギーと水のエネルギーが混ざり合っているような状態、プラスここに活気、火のエネルギーが高まっているような状態なので、この春ね、活気づいていきます。彩り鮮やかになっていきます。そんなイメージ、印象、エネルギーが入ってきます。そして何よりね、このルノルマンカードのハートのカードです。人と人とのつながり、または好きなお相手との恋、恋愛、そのようにも伝わってきますね。あなたが心開いて愛について感謝の気持ちを述べる時です。今これから始まっていくことはまさに愛なんじゃないか。恋愛だけじゃなくて、人とのつながり、協力、あなたを援助してくれる人に対して感謝の気持ちを忘れずにいましょう。そんなメッセージが入ってきます。ここの火のエネルギーね、活気づいていくんだけれども、この水のエネルギーも忘れずにねっていうことで、周りに感謝する気持ち忘れずに、そして自分の中にもね、情熱と冷静どちらもあるんだよっていうことで、メラメラと燃える気持ち、目標に向かって取り組みたい、そんな力強いエネルギーも入ってるんだけど、ここに静かに流れる優しさや物事を受け止める、受け入れるっていうことも忘れないでね。そんなメッセージも入ってきます。すごく愛満ち溢れた、それがこの春ね、スタートするよっていうことがもうすでに言われています。加護も受けるでしょうし。では早速見ていきましょう。ここから、この後ね、どんな春を迎えていくのかっていうのを実際にタロットカードを使って出していきます。今一度ね、ここのオラクルカードを縦に並べて見ていきますね。ではタロットカードから見ていきましょう。この春始まること、またはもうすでに始まっているかもしれないカードからのメッセージをもらっていきます。この春訪れることとしてね、捉えていただいてもいいと思います。ただハートのカードが入ってるのでね、今好きな人がいるっていう方とか、出会い求めてますっていう方は、協力のもと実が結ばれるんじゃないかなっていうふうに感じます。では早速見ていきましょう。ソードのエース、ソードの9、はい、そしてソードの6番、そしてワールド、はい、ソードのナイト、ワンドのナイト、
はい、そしてエンペラーのカードですね。こちらからもらっていきます。もう、そうですね。あなたの思考がまとまる、そのように捉えていただくといいんじゃないかと思います。今まで大きな決断をされた、まだ見ぬこの先に向かって一つあなたは何かを決めた、そんな過去が出てきています。勇気を振り絞って何か行動に起こしたとか、考えがまとまったとか、そのようなイメージですね。ソードのエースです。そこから一旦この暗闇っていうところを経験しました。今現在もそうかもしれません。まだ抜け出せていないっていう方もいるかもしれないですね。ひどく悩んでいて悲しい、そして自分自身を責めてしまっている、そんな意味のあるカードです。辛くて悲しくて夜も眠れない、そんな日々を過ごしている、体調が悪いっていう方もいたかもしれない。決めて動いてみたんだけどうまくいかなかった、それで自分自身責めてしまう、失敗したことによって自分はもうダメなんじゃないかっていうふうにとことん落ちていってしまうようなカードですね。それを経験した後にまたここです。新しいスタート、気持ちを切り替えて、今度は誰かと一緒かもしれない、もしくは何かを守るためかもしれない、自分の信じる道へ向かって新しい世界へあなたが今向かおうとする、こんな春になっていきます。だから今はここを経験してるんですよね。決めたんだけど動いてうまくいかなかったのか、もしくはこうしたいっていう強い思いがあるんだけど動けなかった、実際に行動に起こせなくて自分自身責めているのか、ひどく落ち込んでいます。なかなか決められない、優柔不断な自分に対して責めているのかもしれない。誰かを責めるというより自分の心の中で自分自身を責めてひどく悲しくなってしまっているような状態を表します。でももうそこから抜け出して新しい始まり、もしくは美しい調和へ向かってあなたが動き出していく、流れていくんだよっていうふうに言われています。はい、そこには強力な助っ人、援助してくれる人もいるかもしれないし、そして今ここの活気のカードも出てるので、情熱、活気を取り戻してあなたが動き出すのかもしれません。何にしろ今の状態から抜け出す、真っ暗なこのカードですよね。ここから色がついていく。この色をつけるのは誰かの力があるのかもしれない。好きなお相手やあなたを支えてくれる人たち、この人たちのおかげで色づきを、あなたが新しい色を求めて旅立つのかもしれません。はい、中にはね、この移動とかもう場所が変わる、引っ越すとか移動、転勤とかそのようなことを経験される方もいるかもしれません。でもそれはあなたにとって新しい春の訪れです。もうね、終わりにしましょう。完成させましょう。もうそろそろね、この優柔不断だった自分とか、なかなか決められなかった、もしくはこんな自分ダメだっていう風に自分を責めることから卒業しましょうっていう風にも出ています。世界のカードです。すべて一つにまとまって、あなたは自分の身もね、心も安定させて、そして向かっていくんですよって、新しいところへ向かう。つまり行動を起こせなかった人は行動に起こせるようになりますよっていうふうにも出てるんですね。ここにナイトのカード2枚も出ています。周囲の状況を表すカード、そしてこれはあなた自身を表すカード。ここは活気を表す、情熱的に動くっていうナイトのカードと同じくね、情熱や活気を表す、火のエネルギーを表すカード、ピッタのカードが出てるので、まさに燃えるような春だと思います。あなたが目標に向かって進むんですよね。進めなかった、決められなかった、どうしよう、こんな自分ダメだっていう風にいろんなこと考えたけど、考えてもしょうがない、動こうっていう風に思うのかもしれません。もう考えすぎな自分からは卒業です。目標達成へ向けて動く。そうなるとどうなるのかっていうと、ここです。エンペラーのカード。完成するでしょう。物事を極めるのかもしれない。トップに立つのかもしれないし、あなたの勇気ある行動によって結果が伴ってくる。っていうね、新しく始めることが多分出てくるんだと思います。春ですね。目標です。または今すでにもう向かってる、目標に向かってもう進んでるよっていう方は、春に結果、収穫が出てくるでしょう。
必ず結果がつきます。それによって安定すると思うんですよね。この状況から抜け出して、より美しい自分、より力強く立っていられる自分とかね、自分に自信がつきます。そしてそこにはプラス責任感っていうのも伴ってくるので、自分に負けない、そして周りのことも引き受けちゃうぐらい強い責任感と自信を持って動いていけるようになるっていうことですね。素晴らしい。で、周りの人たちからの援助っていうのもあると思います。同じ方向を向いて共に走り抜けてくれる仲間の存在や、またはあなたに追い風っていうのも吹くでしょう。この力をあなたも借りてね、そしてここ本当に助けをどんどん受け取ってくださいって、遠慮する必要ないよっていうメッセージなので、この追い風を味方につけてあなたの願望成就へ向かっていきましょうっていう風に出てきています。中にはね、ここハートのカードが入っているので、好きな人との恋愛成就っていう方もいるかもしれない。あとは周りからの援助や助けっていうのがあって、周りとうまくコミュニケーションが円滑に回っていくのかもしれません。あなたの心をときめくものが見つかって、それに向かって取り組んでいくのかもしれない。取り組んだことは必ず成功を収めますよっていう風に出てきています。はい、素晴らしいですね。この春始まることについてカードからのメッセージをお伝えしていったんですが、じゃあ気になるのはここのハートですよね。その恋愛だけではなくて、思いやりとか人とのつながりっていうのももちろん意味はしてるんですけど、何かが統合されるんじゃないか、何かが一つにまとまるんじゃないかっていう風に捉えていただくといいと思うんですよね。ただやっぱり気になるのは、恋愛どうなのっていうところだと思うんです。なので恋愛運に対して1枚出していきましょう。フェアリータロットから1枚出していきます。私の恋愛運どうなるの、なんかハートって出てるんだけど、もしかして好きな人との未来を期待してもいいのっていうところで、フォーカスを当てて恋愛運見ていきます。はい、では行きましょう。恋愛運どうなるの？オータムの2番ですね。これはペンタクル2番に相応します。ここもね、バランスっていうのが出てくるかなというふうにね、感じますね。複数のことを同時にこなす、そしてその中に喜びや楽しみを見つけることができるっていうふうに、このカードから伝わってきます。いろんなことを楽しんでいきましょう。両立させていくっていうのもあるので、恋愛とお仕事を両立させてどっちも充実するとかね、そういうことも表してるかもしれない。火のエネルギーが盛んになっている。あなたが今気になっているのが恋愛だとしたら、恋愛がとても情熱的に活気にあふれるっていうことですね。エネルギーがあふれてくる。ただしここに水のエネルギーもあるのを忘れないでっていうことなので、やはり恋愛だけではなくて、ここですね、情熱だけではない優しさや思いやりや、あとは周りのことだったり、冷静に物事を見ることや感謝の気持ちっていうこともここにあるってことを忘れずにっていうメッセージがあります。自分のことだけに集中しすぎることなく、相手に感謝の気持ちを伝えるとか、そのようなことも意識してみてください。意識しなくてもね、ここ両立のカードが入ってるので、どちらもね、うまく循環していくよっていう風に言われてるかなと思います。恋愛もうまくいくでしょう。うまくいかなかったことが流れが良くなる。器用にこなしていけるようになる。滞っていたものが流れていく。そのように捉えてください。夢に見た何か大きなことを成し遂げるのかもしれません。はい、素晴らしいですね。恋愛運もとても好調です。心に余裕が生まれてくる。今まで心に余裕がなかなか生まれてこなかった。自分のことしか考えられなかったとか、それぐらいひどく落ち込むようなことがあった。だけど、ここからは心に余裕が生まれて、はい、2人で1つとかバランスが取れていくとかね、そういうイメージでいてください。うまく流れていくでしょう。悩んでいたっていう方は答えが決まるとかね、そういうことも出てくると思います。はい、ではもう少しもらっていきましょう。何もね、恋愛に限らずお仕事とかかもしれませんね。強力な縁者がいて、あなたがその
助けをもらいながらトップを極めていくような流れになっていくかもしれません。成績を残せるとか結果を出せるのかもしれませんね。自分が行動することによって、また気持ちも切り替わって動いていこうっていうふうに思えるのでね。じゃあその動いていこうって思えるきっかけってどっからもらえるのかなっていうきっかけっていうのをもらっていきましょう。どこのタイミングでベッドの上で泣いている私から船に乗って新しいところへ向かっていこうって思える自分にどのタイミングでなるのかなっていうのタイミングもらっていきましょう。何かが訪れるのかどうなのか、タイミング、どんなタイミングで、カップの7番、サマーの7番ですね。たくさんの選択肢がある中からこれだっていうものを見つけるからだよっていうふうに言われています。目標を一つに絞るとか、何かに焦点を当てる、光が当たる、自分にとって暗闇の中に一筋の光が差し込んでくるのかもしれません。その光に向かってあなたが進むからだよっていうのも出てますね。何かきっかけがつかめると思います。悩んでいたんだっていう方はもうそれがクリアになって一つに絞られていくでしょう。で、悩んでいなくてってただね、自分を責めていてどうしようって思っている方は、抜け出すきっかけやヒントっていうのが照らされてくる。もうこれだっていうふうにピンって思うと思います。だからそれをきっかけに抜け出して動いていこうっていうふうに思えるんだって、あなたにとっては奇跡に近いような光が差し込んでくるっていうふうに捉えてください。何かね、溢れ返っていた負の感情が整理されて、もうここに向かっていきたいんだっていうふうな気持ちになるっていうことですね。では引き続きフェアリータロットさんからアドバイスもらっていきましょう。好転メッセージですね。よりもう結果つかめるよっていう風に出てるし、あともう自分の中で負の連鎖を断ち切って終わらせるんだっていう気持ちですね。それが一番大切っていうことで、完成させるんだって、何を完成させるのかって言ったら、恋愛成就や願望成就ってことももちろんそうなんですが、ね、成績残すとかね、そういうこともそうなんですけど、自分の心の中の負の連鎖をもう終わらせるんだ。自分の魂、心、体を統合させていきましょう。ここが多分一番大きなポイントだと思います。もちろん好きなお相手と結ばれるっていうこともそうだと思うんですけど、そのためにあなたが向かっていく、で結果をちゃんと残すっていうことですね。この春、何を始めたらいいのか、きっかけや動き出していくこと、始めることっていうのはもう目標に向かって動くっていうことですね。ナイトのカード2枚出ています。周りからの追い風ももちろんあります。協力もあります。協力をもらってどんどんもらっていきましょう。遠慮する必要はありません。お好きな人がいて連絡先知りたいと思うんだったら、周りからの協力をもらってね、周りを巻き添えにしてというか、周りもね一緒になって団体で攻めていくというか、まずはグループでお花見しませんかとか飲み会しませんかっていうところから攻めていくとか、周りを巻き込んでお相手との恋愛成就っていうところに持っていきましょう。自分から積極的に動いていくんですよっていう風に出てきています。ではそうですね、この春始まること何ですかっていうことで、この春始めること1枚出しましょう。ウィンターの3番です。痛みから抜け出す、やっぱりこのきっかけを自分自身で作っていく。じゃあ好転メッセージも続けてもらっていきましょう。エンペラーのカードですね。で、あなたが人前に立つとか人の上に立つとか、だから昇格するっていう方もいるかもしれない。でもそれはやっぱり周りで支えてくれる人がいるからだよっていうことも忘れないでねっていうメッセージも入ってきます。思いやりを持って接していく、思いやりを持つからこそあなたが上に立つ、成績を残せる、結果を出せるっていうことなんだってことも忘れないでねっていうの何枚もね出てきていますね。そのカードがここですね。水の力、流れるような柔らかさとね、あと燃え上がるような火の力、どちらもね両立させるこの楽しみを味わってくださいっていうことですね。そしてオータムのクイーン、そうですね、その中からあなたがやはり周りとのコミュニケーションだったり思いやりの気持ちっていうのをやっぱり育んでいく、守りたいって思える存在が
現れるとか、もうすでにいらっしゃる方は守っていきながらも自分自身の新しいチャレンジを行っていくのかもしれません。そして実りあるね、やっぱり春かなっていう風に感じますね。今抱えている、または少し前に抱えていた苦しみ、痛みっていうのはもう乗り越える時がやってきている。何が始まっていくのか、もう苦しみを手放すことが始まっていきます。そうしてこうやってね、一つに自分の体、心が一つになっていくことで、周りに対しても思いやりの気持ちを持てるようになったり、素直に愛情を受け取れるようになったり、人からの甘えられるとか支えとかを受け取れるようになります。苦しみ、痛みを乗り越えて、で立ち上がって向かっていく、これが始まっていくことですね。でもうすでにもう出ています。ここにバランスがうまく取れていきますって、あなたが動いていく力と守って育んでいく力、どちらも両立させることができる春になるでしょうっていうのがもう出てるんですよね。このピッタのカードが一番印象的かなと思いました。すべては一つなんだよっていうことですね。影があるからこそ光もある、苦しいことを経験するから誰かからいただく愛とか癒しっていうのも受け取れる。そのように感じてください。これから春ね、どんどん好転していきますから、美しい世界へ向かって自分自身が、あなた自身がね、動いていくんです。狙いが定まっていくので、その一つの光に向かって進んでください。必ずここで安定や成功っていうのがもたらされます。もう苦しみから抜け出す春、困難なこと、苦しかったことから抜け出していきましょう。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。クリアクォーツのカードは明晰な思考を表しています。今回1番さんね、すごくソードのカードが出ていて、ソードっていうのは思考を表しています。考えていること、今どんなことであなたが考えているのか、どんな悩み事を抱えているのか、いろんなこと考えていませんでしたかっていう、もちろんタロットからの並びもそうなんですけど、このクリアクォーツっていうのは考えをクリアにするっていうメッセージなんです。日々の悩みやストレスのせいで視野が狭くなっているのかもしれませんね。目を手で覆ってしまって泣いている、周りが見えていなくなっている、狭くなっているのかもしれない。だからこそ今を見つめていきましょう。どうしたら今を見ることができるのか、それは瞑想やマインドフルネスです。マインドフルネスを行うことで頭の中がクリアになっていく。そうすると高い視点から物事を見ることができます。そうするとどうなるのかというと、目標に向かって進んでいこうっていうふうに努力する力っていうのが生まれてくるんです。生まれてくるというか、もう一度そこが湧き上がってくるんですね。情熱や気力っていうところが湧き上がってくるので、あとはそこに向かって努力を続けていくと、必ずここ成功が収められますっていうふうに出てきていました。今、思考をクリアにする時です。悩み事から抜け出してクリアな気持ちで物事を取り組んでいけると思います。はい、では今回のテーマは、この春から始まる、または始まっていること、始めることについてカードからのメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、この春から始まる、または始めることについてカードからのメッセージをお届けしていきます。2番の方はアクアマリンですね。ではよろしくお願いします。もうすでにルノルマンカードとオラクルカードからメッセージをもらっています。早速もう出していきましょう。この春から始まる、または始めること何なのか。レターのカード、そして、そうですね、こちらドゥマーバティのカードが入っています。一見ね、こう死神みたいな絵柄かなイメージ、エネルギーを感じますね。これはまさにその通りで、終わりと始まり、手放しを表しています。あとはね、こちらもね、連鎖を断ち切るっていうメッセージが入っています。トラウマを断ち切る、
負の連鎖から抜け出す時ですよっていうのが入っているので、総じてあなたがこの春始まっていくことっていうのは、今までのねトラウマや負の連鎖っていうのを断ち切って、これから新しくあなたは生まれ変わるかのように始まっていく、またはそのようなきっかけが訪れるんですよ、受け取るんですよっていうことです。自分から断ち切るんじゃなくて、そのような、流れがねやってきて、それをあなたが受け取るんですよね。そのように入ってきています。または今感じるのは、この連鎖っていうのは、負の連鎖っていうのはね、文字とか SNS から来てる可能性もあります。 SNS を活用しているんだけれども、でもやりすぎてしまっていて、なんとなく気持ちが沈んでしまうとか、思いとか、ダメだって分かっていてもついついやってしまっていたこと、それらを断ち切る流れがやってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてこれは手放しの神様っていうふうに言われているドゥマーバティです。で、これまで経験していた苦しかったことや困難に感じていたことっていうのをすべてまず一旦受け止めましょう。そしてそれらを受け止めて、その苦しかったことっていうのは今のあなたになるために必要なことだったんだっていうふうに感じてください。そしてこれから新しい、そして最高の自分になっていくスタートが出てきています。スタートが始まっているんですよっていうふうに伝えてきてくれてるんですね。だから苦しかったことや今まで何度も繰り返していたこと、ネガティブに感じていたこと、何回これ同じこと繰り返すんだろうって思っていたことから、もうそれを終わりにして、今度は最高の自分を目指していこうよっていう風なメッセージが入ってきています。もう断ち切るんだよっていうことですね。それはいろんなところで出てくるかもしれません。今好きな人がいて、この人と交際している。そして何回も喧嘩しちゃうんだよね、同じことで喧嘩しちゃうんだよねっていう方もいるでしょうし、あとは出会いが欲しくて出会いの場所に足を運ぶんだけど、いつも出会いがね、いい出会いがなくて、自分どこかダメなところあるんじゃないかって、自分に自信なくなっちゃうっていう方もいるでしょうし、同じことでつまずいて仕事うまくいかないとか、生きづらいっていう方もいたと思う。でもその苦しみとかも全てね、まず受け止めましょう。苦しかった、自分苦しかったんだって、こういうことで困っていた、苦しかった、悲しかったんだっていうね、それを認識して、あとは今ここに自分が立っているのは、こういう苦しかったことを経験してきたから、それでもね、苦しかった中でも自分はこれだけ変わってきたんだとか、それを耐えてきたんだとか、それでも自分は今この現時点までね、生きてきたんだっていうことを実感してくださいって。そしたらこの苦しみもね、自分の成長へつながるものだったんだっていう風に感じることができたら、そこから最高の自分っていうところに変わっていくからねっていうメッセージでした。ではね、そのメッセージをね、今あなたがちょうどいいタイミングで受け取ったのかもしれません。では、タロットカードから見ていきましょう。この春始めること、もう出てきているんですけど、もっと深掘りして見ていきます。レターのカードはお知らせが届くとかね、自分から伝えるっていうこともそうなんですが、今回は受け取るっていうふうに私は読みました。新しい自分になることを許可するとか、受け取るとかね、許してあげるっていうことかもしれません。今までね、自分はダメなんだとか、もうダメだとか、そこから抜けきれなかったんだけど、もう許してね、こんな自分でも大丈夫なんだっていうふうに思えるようになるのかもしれません。もう少しね、深く見ていきましょう。困難なことに耐えてきた。それで自分が我慢すればうまくいくと思っていた。だけど自分自身は苦しい。そこから目を背けていたんだけれども、もうそこに目を背ける必要はなくなっていく。なぜだったら、固く考えてセーブしていたことに対して柔らかさがプラスされるから。
っていうふうにね、心の余裕が生まれるっていうふうに出てきています。もっとより良い時間の使い方っていうのも見つかるのかもしれません。周りとできれば争いたくない。争っていた時ももちろんあった。過去にあった。その中で自分が困難だな、苦しいな、これは課題だなって思っていることについて粘り強く取り組んできたんだっていうような過去がもう出てきています。で、現在でもあなたは自分自身をセーブしていますね。多分それは周りのことをすごく気遣っているから、思いやってるっていうのもあるんですが、どちらかというと争い事とかに巻き込まれたくないし、そういうことを起こしたくないっていうことが強く入ってるかな。自分自身を守りたいっていうのがね、伝わってきますね。誰かからの攻撃をこれ以上受けたくないとかね、そういうのも入ってきます。できれば争い事は避けたいとか、誰かと一緒にいて傷つくぐらいだったら一人でいた方がいいとかね、そういう風に入ってきます。頑張ってきたんだけど、でも自分守ることに今徹底しているとかね、できれば一人の時間を過ごしたいとか、誰かと関わって辛い思いをするぐらいだったら一人の方がいいとかね、そういう風に感じますね。でも受け取ってもいいんじゃないんですかっていう風にここで入ってきてますね。周りからの愛情、好きなお相手かもしれないし、恋愛だけではなくて人からの優しさや思いやりっていうのをもっと受け取ってもいいんじゃないかって、それを受け取ることによってあなたもそのお返しができるようになるよって、受け取って流していく。でもちろん自分から先にね、周りの人に優しさを分け与えていってもいいんですよ。でも分け与えていく余裕があれば、あなたに今その優しさを分けていけるぐらいの優しさがあるだろうか。実は戦いすぎていて疲れていませんかって、心がいっぱいいっぱいじゃないのかなって、なんとかギリギリのところで今ここで踏ん張っているんだけどっていうのが伝わってきます。もうそろそろ解放させてあげてもいいんじゃないか。周りのことを気にしすぎる必要ないし、誰かとね交わっていくことをこれからこの春ね、あなたが始めていくのかもしれません。今まで遠く離れていた、自分とは縁がないと思っていたようなところにスポットライトが当たる。出会いはもう縁がないんじゃないかって思っていた方、または好きな人ともう結ばれないんじゃないかって思っていた方、あとは自分の夢目標があるんだけどもう達成しないんじゃないかって諦めかけていたそこのあなた、それはもう近くにやってきてるのかもしれない。今そこにスポットライトが当たる。そしてあなたはうまく流していけるようになります。循環させていけるんですね。体調も回復するでしょう。メンタルも安定してきます。で、うまく自分自身をコントロールしてこれから先春ね過ごしていけるようになる。周りからの思いやりを受け取ることによってうまく循環されるのかもしれないし、何か周りのことを気にしたり戦っている様子っていうのが伝わってくるんですが、もうそこからね解き放たれていく時がやってくるのかもしれません。では早速フェアリータロットからもらっていきます。さらにもらっていきますよ。まずこの並びを見ていて気になるのが、あなた自身が今自分自身セーブモードにいるっていうことですね。あなたが我慢していれば周りがうまく収まるんじゃないかっていうところですね。一時は争ったこととか立ち向かったこととか勇気出してやってみたことっていうのがあるんだけど、でも今は守りに徹してるというかね、そういう感じで入ってくるので、何から解放されるんだろうっていうところで、まず1枚、あなたは何から解放されるのか。オータムのプリンスです。やっぱりお仕事だったりとか人間関係っていうのも感じるかなと思います。恋愛っていう方もいるかもしれないけど、自分自身を幸せにさせてあげてもいいんじゃないっていう風に入ってきますね。自分がハッピーだって思える方に自由に本当はやっていけばいいんだけど、でもしがらみとかにとらわれていて自分を抑えていませんかって、自分の幸せより周りのことを優先させたりとかしていたんじゃないのかなっていうのが出てきています。
ご自身の中でプラスプラスっていうのをどんどん追加していってもいいんだよっていう許可を与えてくれますね。このカードから伝わってくるのは。で、負の連鎖から断ち切るっていうカードもね出てきていたじゃないですか。そして困難なことを受け入れて、そこからね、今までの自分はこの困難なことを耐えてきたから、こういうね困難なところを立ち向かってきたからこそ今の自分がいるんだって。でも今のあなたっていうのはセーブしているような状態で、これ以上マイナスにならないようにって食い止めているのかもしれないし、でマイナスなことを今しっかりと剣で断ち切って、そしてこれからプラスプラスプラスっていう風にね加えていきましょうって、プラスになることを恐れないでっていうメッセージが入ってきます。プラスになるっていうのはいろんな学びを吸収することもそうだし、優しさを受け取るっていうのもプラスじゃないですか。私愛情を受け取るっていうこともそうだし、自分にとってマイナスになることばかりに目を取られていませんでしたか？今度は自分がプラスになる方向に目を向けていくことがこの春始まっていくことです。この春私に何が始まるのかって言ったら、自分自身にプラスになることを許可することが始まります。ではもっと詳しく見ていきましょう。ではそうすることによってここね、循環がうまく取れるようになっていく、バランスが取れるよっていうふうに言われてる心身のバランスや、もっと大きな意味で誰かとのつながりを深く感じられるようになるとか、心に余裕が生まれるってことなんですが、周り結構気にしていますよね。周りより一人の方がいいんじゃないかとかね、誰かに傷つけられたくないとかね、これ以上揉めたくないっていうところ、その周りっていうところはどうなっていくのか。あなた自身が争わなきゃいけないっていうふうに思っているのかね、これから争いが訪れるんじゃないか、これ以上悪化するんじゃないかっていうふうにもうすでに予感しているのかもしれませんね。1枚もらっていきましょう。ウィンターの9ですね。すごく不安だっていうのが伝わってきます。でもスターのカードですね。だけど極端正反対のカードが入ってますね。すごい、もう自分にもう明日はやってこないんじゃないかとか、もう日の目を浴びることがないんじゃないか、もう自分に輝きがない、失望しているような状態、すごく不安、周りのこと考えると自分孤立しているような気がするし、誰かから何か言われてるんじゃないかとか、とにかくね、周りっていうことを考える、環境だったりね、周りの人っていうのを考えるとすごいネガティブになっちゃうんだって。だけど希望を失わないで、絶対に明るいところに目を向けて、こんなスターが2つも入ってきてるので、明るい未来がやってくるから、だからここにばかりとらわれているとね、明るい星を見上げることができなくなっちゃうから、もう抜け出しましょう、プラスプラスになる方向へ持っていきましょう、プラスを感じてくださいって、マイナスを断ち切って、ネガティブをね断ち切って、今度はもうプラスの方向に自分が流れていくんだっていうのを感じてくださいっていうのが伝わってきます。はい、では、この春始まること、何をきっかけで明るい星に目を向けることができるのかなっていうと、もうお知らせが届くっていうので、何かをあなたが受け取るんです。きっかけだったりとか、自分でも明るい未来を向いていこうってメッセージがもう実際に届けられるのかもしれない。好きな人からかけてもらった言葉の中にそれが含まれているとか、友達ご家族からもうそろそろね未来向かっていかないみたいな、そんな一言があるのかもしれない。きっかけはもう受け取るよっていう風に出てるので、変わることでは、そのあなたがじゃあ希望を諦めずに持ち続けて明るい方をもし向いた場合、自分にとって吸収にするもの、感情や思考、物事、出来事、学び、何かを吸収することによって、明るい先を描くことによって、循環する他に、バランスが取れる他にどうなるのか。はい、スプリングの7、
またここね、ワンドの7番と同じカードが出てきました。ただね、成功するよっていう風な伝わってきますね。あなたが目標を定めて希望に向かって動いていくと、それをつかむことができる。勇気を持って自分自身のために動いてみましょう。周りじゃないんだ、自分なんだ。苦しい中でも勇気を持って立ち上がってみましょう。自分が今やるべきこと、向く方向っていうのがはっきりと明確になるのかもしれません。この大きな星へ向かって自分が歩んでいくんだっていうような気持ちに切り替わるのかもしれない。立ち止まっているところからもう動こうっていうふうに自分自身が思えるのかもしれませんね。この希望を見据えることによってより動きやすくなって、またね、困難に向かって立ち向かう勇気が取り戻されてくるでしょうっていうのが出てきていました。いいですね。もう暗いところ、負の連鎖を断ち切っていくことがこの春始まっていくことです。それはね、恋愛だけではなくて、多分周りの状況とかもね、関わってくるんじゃないかなと思うんですね。はい、いろんな優しさを受け取ってください。では、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。大きな希望をね、忘れないでいること。そしてこのアクアマリンっていうのはここにもありますよね。流れに身を任せる。ただただ柔らかくイメージしてください。そしてあなたは身をすべて任せていきましょう。流れに身を任せるっていうことですね。流れにね、身を任せていくと自然と切り替わっていくのかもしれないし、柔らかさっていうのを意識してください。この、ペンタクル2番っていうのも柔軟性を表しています。固く凝り固まっている体、思考、頭、それらが柔らかくなっていくのかもしれない。またストレッチとかをすることによってね、体が柔らかくなることによって血流が良くなっていって、思考もね、柔らかくなっていく。心と体と頭は全て連携されているので、体を柔らかくさせることによって物事を柔らかく捉えるようなことが自然とね、できるようになるんですよ。不思議とできるようになるので、ぜひね、ストレッチ取り入れてみてください。では、今回はこの春から始めることについて見ていきました。2番さんは負の連鎖を断ち切って優しさを受け取りましょう。そして一人でやっていきたいって思う方はそれで構いません。だけど周りからもたらされる援助や愛情、思いやりっていうのを素直に受け取っていきましょう。どんどん吸収してプラスになることに目を向けてくださいね。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、この春から始まること、または始めることについてカードからのメッセージをお伝えしていきます。では3番の方、ピンクオパールです。よろしくお願いします。もうすでにこちらからもう出しています。この春から始まることについて、ルノルマンカード、オラクルカードを使って出しているので見ていきます。ガーデンのカード、そしてミラーのカードと、こちらはバクティのカード。かわいいですよね、蝶々。変容。あなたが美しく生まれ変わっていく。で、この3枚を通して伝わってくるのは、優しさが伝わってきます。あなた自身がより優しくね、周りと接していけるのか、優しさを受け取るのか、この優しさのやり取りっていうのがうまく流れていくのかなっていうふうに感じますし、あと一言で言うのであれば、人付き合いが盛んになる、すごく明るくなる、優しさも持ち合わせているんですけど、総合的に明るくなっていろんな刺激が生まれてくるのかなっていうふうに感じますね。まずガーデンのカードが入っているので、人付き合い、交流が広がる、人脈が広がるとか、誰かを紹介してもらうとかね、あなた自身がお出かけの機会が増えるとか、外出が増えるとかかもしれないし、お家の中で SNS を使ってネットの関係が活発にね、盛んになるのかもしれません。
家の中外、関係なくね交流が盛んになるんじゃないかっていうことですね。新しく SNS 開設して始めるよっていう方もいるかもしれないですしね。はい、そしてその他にはミラーのカード、刺激っていうのが伝わってきます。今あなたを映し出しているもの、映し鏡、今起きていること、今あなたの、外見だけじゃなくて内面もそうなんですが、今映し出されているよって、今起きている出来事はあなたの心、体と、つながっている、反映されているよっていうことを言ってるのかなっていうふうに感じますね。今自分自身が何が起きてるのかっていうのを感じるのは、自分の体を見ることが一番早い、手っ取り早いんじゃないかっていうことですね。いろんな刺激を受けましょう。そんなメッセージが入ってきます。今どんなことを感じていますか？あなたの心を今求めているものは何だろうかっていうところを注目してください。何かが活発的に盛んになっていくっていうのが感じますね。こちらのカードからはつながることだよっていうメッセージが入ってきています。あなたが信じるもののためにあなた自身が行動するんだって、言動ですね。行動、伝えることだったり、体を使ってね何かを動かしていくこと、自分の体を使って伝えること、信じるもののために動くとか守るとか、そういうことをしていく、伝えるとかね、そういうことをすることだよって、これがこの春始まることだよっていうことですね。なんか総合して人付き合いが活発になるんじゃないかって、人とのご縁やつながりを感じられるようなことがあるんじゃないか、そして誰かのために何かしたいっていうような思いになる。で、まるで自分と似たような人と巡り合うのかもしれないっていうのも入ってくるんですよね。新しく出会った人が趣味が似ているとか、まるで自分と考えていることが似ているとかね、またはそういうコミュニティですね。同じ趣味を持つ仲間との巡り合わせっていうのもあるかもしれません。華やかになっていくっていうのが入ってきます。ではもっと具体的に深掘りしていきましょう。多分この春刺激的なことがたくさんある、嬉しいこととか楽しいことがたくさんあるので、刺激されて、心が刺激されて、一緒に楽しいことを共有したいって思える仲間が見つかるとか、あと目標が定まって仕事頑張ろうって思えるのか、あなたにとって明るい春となりそうです。あとつながりですね。つながりっていうのが入ってきます。自分自身の心に従って動く、そんな春になると思います。ペンタクル5番、ワンドの4番、はい、そしてソードのクイーン、ワンドの10、ラバーズ、出会いがありそうですね。ワンドのページ、お誘いとかも多そうです。カップの8、はい、このタロット7枚で見ていきましょう。まずね、この過去現在の流れ、コンディションっていうところを見ていくと、すごく苦しかったんだけど周りの人に支えられたとか、あなたにとって居心地のいい場所っていうのがあると思うんです。ここですね。すごく苦しかった、環境的に苦しいとか、経済的にも困難だったとか、体調が思わしくなかった、何かここに対して厳しいっていうのを感じてますね。だけどこんな環境にいるんだけど、でも自分にとって安らかな場所もあったよねっていう今のコンディションっていうのが見えています。例えば会社はすごくきついんだけど、でも友達がいる、プライベートは充実しているとか、あとは仕事すごく苦しくてってすっごい頑張ってるけど結果出ないし、もう嫌になっちゃう。だけど家に帰るとね、自分を出迎えてくれる、愛情をくれる家族が待ってるとかね、お子さんやパートナーが待ってくれてるとか、あったかいお家があるとかね、そういうことかもしれないしね。恋愛はうまくいかないんだけど支えてくれる仲間がいるとかね、何かと何かこうありますね。苦しかったことと自分にとっての居場所と、どちらも今あるような状態。苦しかったことを乗り越えてようやく一息つけたっていう方もいると思います。で、これから春訪れること、これから始まってくることっていうのは、あなた自身が受け取ることによって
動いていく、流れが変わっていく、流れを変えていくんじゃないかなっていうのも感じます。まず出会いがありそうですね。出会い、もしくは恋愛として取っていただいても構いません。好きな人と仲良くなれるとか、いい流れになれるっていう風に捉えてください。新しい出会いがあるとかね、恋愛、ときめくようなことがある。で、恋愛じゃなくてもあなたの心がワクワクするようなことが訪れる。それは仲間との出会い、新しいコミュニティつながりがあるからね。そこで自分自身の心がワクワクする、ときめくようなことがあるのかもしれない。新しい趣味が始まっていくとか、コミュニティを通して仲間との出会いがあるとかね。そうですね、人気者になれる、そのようなイメージも入ってきます。誰かからのお誘いっていうのも盛んになってくるので、遊びに行かないとか、お出かけしない、ご飯行かないとかね、友達みんなで遊ばないとか、そういうこともあると思います。みんなの中の人気者、そんな風にあなたのことを見てくれる人がたくさんいると思いますね。ただこの春を乗り越えていくために少しシンプル化した方がいいかな、断捨離した方がいいかなっていうのは出てきています。で、これから先どんな風に断捨離すればいいのかなっていうきっかけとか手がかりとか、そういうのもあなた自身が自分で見て聞いて感じて決めていく風に流れがなっていくのでっていう風に入ってきています。どこかのタイミングであなた自身がこれから先どうやっていこうかなっていう風に見定めることができる。もう少しシンプル化した方が良さそうですね。より良い流れをつかめていきそうです。この春、断捨離の春、衣替えの春っていうのが出てきます。衣替えっていうのは心の衣替えだったり、あなたの環境の衣替えですね。苦しかったことはもうね、ここで置いていって、少し気持ち軽くしてね、明るい未来を望んでいきましょう。そういうふうに決めていくのはあなたですよっていうのが入ってきています。ただ今ここの心の拠り所というか、この人と一緒にいて心落ち着くとか、それは人じゃなくて出来事とか物事かもしれない、物かもしれない。お気に入りのものがあってとか、お気に入りの空間があって、この場所にいると落ち着くとか、その落ち着くとか居心地いいっていう場所とかね、人っていうのを大切にしてくださいね。これを大切にしながら人脈を広げていくんです。つながりは大切にしてくださいっていうカードが入っています。じゃあそうですね、どういうことをシンプル化させていけばいいのかなっていう、もうちょっとこのワードとなるようなものをもらっていきましょう。そうですね、少しシンプルにした方がいいかな。身の回りのこと、または考えていること、目に入ってくるもの、耳に入ってくるもの、何かを選択するっていうことかもしれませんね。何をシンプル化させていくのか。ムーンのカードですね。不安、もやもや、そうですね。あと自分の直感もね、大切にしていきましょう。自分の心はなんとなく定まってるんだけど、周りがこうだからうまく動けないんだよねとかね、決められないんだよねとかっていう時は、自分の心に従って動くといいんじゃないかなと思います。心配事や恐れていることを手放してシンプル化させていきましょう。今の状況について真実をしっかりと見極めて、そしてあなた自身がまずそれ今こういうこと起きてるんだなとか、自分でこういうこと感じてるんだなってことを受け止めてから動いていきましょう。多分ね、受け止めると、じゃあどうすればいいのかなっていうところがしっかりと見えてくると思います。たくさんのことを心配に思ったり恐れる必要はありません。そういうことはすべて手放して、自分が正しいと思う道を進んでいけるようになります。シンプル化させていくことは、ネガティブな感情かなと思いますね。心配、恐れ、苦しいなって思ってること、辛いなって思ってること、それらをシンプル化、どうやったらシンプル化できるのかなっていう風なのももう少しもらいましょうか。具体的にどういうことすればいいのっていうところでもらっていきましょう。迷いがある方は一つ決断するっていうのもあると思います。でもちゃんとね、見て決めることができる、そういう力持ってますからね。自分を信じてください。どうしたら
いいのって言ったらチャリオットのカードが出ましたね。大きいですね。強いです。もう強くね進んでいく、前にも進んでいくんだって、いろんな心配とかをもう取り除いて、自分の成功へ向けて、または誰かと約束するかもしれない、約束を交わしたっていう方はその約束守るんだっていう強い意志を持って積極的に取り組んでください。誰かと約束を交わすこともいいと思います。どうやったらシンプル化していくのかな、突き進むんだっていう風に出てますね。それには勇気が必要になってくるかもしれない。だけどそうやって勇気を奮い立たせてあなたが立ち上がって進んだこと、行動したことっていうのは必ずね道が開けていきますから、だいぶ心がすっきりすると思います。やることも少なくするといいんじゃないかなと思います。仕事抱えすぎてるとか、ね、あっちも行かなきゃいけない、こっちも行かなきゃいけないっていうところをもう少し絞るとかっていうのも大切です。そうですね、今起きてる状況もしっかりと照らしてみることができます。信じるもののために進むこともできます。じゃあこの春始まっていくことによって私どうなるのって言ったら、まず身軽になりますよっていうのが言われてるし、もう少し心がリセットされるというか、ネガティブなことを置いていって新しい気持ちで前向きに取り組んでいけるので、じゃあどうなるのかなっていうところで1枚もらうと、スプリングのエース、いいですね。活気が満ち溢れていきます。行動力が出てくる、行動する力ね、活力っていうのが出てくる。ここね、そうですね、周りから受け取るものっていうのもあります。で、今ね、癒しの対象っていうのもあると思うんですよね。この春ね、あなたは身軽になっていくと行動しやすくなるよっていう風に言われてます。荷物軽い方がね、動きやすいじゃないですか。ネガティブな思いとかがない方が前向きに取り組みやすいですよね。で、今だっていう風に思える。今行動するべきだっていう風に自分自身で切り替えられるよっていう風に言われています。だからこそ自分を信じてください。もうあなたは今必要なのは勇気です。でもその勇気は受け取ることができて、もともと備わっているんですよ。あなたの中に眠っている勇気を信じてください。勇気を振り絞って行動に起こしたことは必ず結果となって帰ってくるでしょう。この春始めること、もうあなたはつながり、信じる道に向かって行動に起こしていく、動いていくっていうことですね。ワクワクする方へ、新しいこと、新しい人脈も広がっていくと思います。それに向かって進んでいく、始まっていくことがあるでしょう。何かを始めるには何かの手放しが必要になってくる。それもちゃんと見ることができると思うんですね。もう私にはこれは必要ないんだっていうふうにここで置いていこうって、何か手放しがここで行われます。より進みやすくなるでしょう。そしてお選びいただいたピンクオパール、ここにも書いてますね。自分自身を大切にしてください。自分自身を優しくしてあげてくださいね。負荷をかけすぎていませんでしたかって。あとはそうですね、周りに優しく接していて自分に対して厳しかったのかもしれません。そろそろ緩めてもいいですよっていう風に、もう辛いことから逃げたい、いいじゃないですか。それで逃げたって、それも手放しの一つですよ。もう辛いことから逃げ出して明るいところだけ見てもいいんですよ。そういうふうに行動することがプラスにつながっていきますね。もちろん逃げることが全てではないんですが、そういう選択肢もあるよっていうことです。だから辛い会社があって仲がいい友達に支えられているんだったら、今友達のこと 100% ね、そっちの方に行動を起こしてもいいし、この辛い現状から逃げてもいいんですよ。それで自分の心がすっきりするのであれば。で、あとはすっきりした後にどうしようかなっていうのは、この勇気持った行動っていうのを実感するか、もしくはまた新しく始めようって思い起こすことができるから、逃げた後もね、しっかり自分の中でアフターケアできるよっていうふうに言われていますから、だからどうするかっていうのはしっかりとあなた自身が判断していく力もあるからね、大丈夫ですよ。この春始めることについてカードからのメッセージをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。この春から始まる、または始めることについてカードからのメッセージをお届けしていきました。苦しかったことから抜け出すっていう方もいましたし、より良くなっていくっていう方もいますし、こういうところ気をつけていくといいよっていう方もいたと思いますので、それぞれのメッセージをお受け取りください。春っていうと新しい季節っていうことで、もう寒い冬が終わって暖かい季節になる、気持ちも明るくなってワクワクするっていうような気持ちになりますよね。新緑の季節です。花が咲いてね、香りもいいです。なのでぜひ春の風を感じてください。今回はこちらのフェアリー・ルノルマンカード、こちらから3択でメッセージをもらっていこうと思います。そうですね、春に関係するこれから始まっていくことで今回テーマで見ているので、何をしたら私ねもっとより良くなっていくかな、引き寄せしていけるかなっていうことで、あなたが今具体的にアクションするといいよ、行動に起こすといいのはこれだよっていうね、具体的なアクションをもらっていきましょう。3択でねもらっていきます。今回は選択肢クリアクォーツ、アクアマリン、ピンクオパールを選びました。皆さんはどれをお選びいただいたでしょうか。よかったらコメント欄にお書きください。そうですね、選択肢ネタバレにならないようにお願いします。はい、ではこの3枚をもらって何をしたらいいのかっていうのをもらっていきましょう。左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。では早速見ていきましょう。今回真ん中の方から見ていきます。好転、これからよりラッキーなことを引き寄せていくために私は具体的に何をすればいいのか。4番お家です。これもお家なので家です。自分の家、部屋っていうことで整理整頓、掃除、片付け、衣替えもそうですし、家を整えましょう。より居心地のいいところにしてください。自分の居心地のいいものを買い揃えてもいいし、整理して断捨離してもいいし、掃除してピカピカにしてもいいです。家に携わることをしてください。お部屋とかね、自分の部屋周りとかね、いいと思います。年末年始の大掃除のように、一度春、この季節の変わり目で大きく掃除してもいいと思う。普段だったら掃除しないようなところを掃除してみたりとか、あとは新しいものを新調するとかね、春だからちょっとバスタオル新調しようかなとか、そういうこともいいと思います。家に携わることがラッキーアクションです。では次、左をお選びいただいた方いきましょう。9番ブーケのカードです。これはギフト、贈り物、サプライズを表します。自分から起こすことだから、誰かにアクション、サプライズをするっていうこともいいと思う。贈り物をするっていうこともいいでしょう。プレゼントを渡す、ほんの少しの感謝の気持ちですがって言ってみんなに配ることもいいですし、好きなお相手にはいって渡すのもいいでしょう。プレゼントやサプライズ、または贈り物、あとはね、お花っていうのもいいでしょう。花束、自分の身の回りに花束を飾る、お花を飾るとかね、そういうのもいいと思います。ドライフラワーなどもいいでしょう。お花もしくはプレゼントに関わることをアクションしてみてください。お花を植えるとかね、いいと思います。では右をお選びいただいた方です。見ていきましょう。はい、5番木のカードです。まずここから伝わってくるのは、この木っていうのは健康状態も表してるんです。まずは心身のバランスを確認してください。で、今どこか不具合が起きているのであればケアしましょう。で、大丈夫、私今心身しっかりと調和取れてるし、物事に対して前向きに取り組んでいますっていう方は、自分のしっかりとした芯が出来上がってる、根を張っている状態なので、あとはどんどんと伸ばしていきましょう。自分の長所を伸ばすことだったり、趣味の幅を広げるとか、より高みを目指すとか、そういうことがキーワードとして入ってきます。自分の信念を持って貫いていきましょう。より広げて、
より高みを目指してっていうふうにね、目標を定めて進んでいきましょう。どんどん成長していくってことですね。成長がキーワードです。もしくは健康状態ね、これも気をつけてくださいっていうことで入っていました。今このラッキーアクションね、ぜひ取り入れて開運していきましょうということで、今回はこの辺りで終わらせていただきます。では皆さん、より良い春を迎えていけますように応援しています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。